はいどうも、ビバです。今から約3週間前、10月8日に公開した動画、ビバアクアの改心という動画を公開したんですが、皆さん覚えてますでしょうか？その動画ではタイトル通りビバアクアが改心するっていう動画だったんですが、何を改心したのかというと、メンテナンスの放置癖。その動画では60センチスリム水槽の水草水槽、水替えとかフィルター掃除といったメンテナンスをサボりすぎて青み泥まみれになってしまったっていう内容で紹介をしました。もちろんそこからいろいろとメンテナンスを行って綺麗な状態まで復活させたんですが、その後その水草水槽はどうなったのか。前回の動画では2週間に1回は水替えをしようと改心したんですが、現在の60センチスリム水槽の様子はというとこんな感じです。水草がやばいです。前回約3週間前は水草がまだ水中にすっぽり収まっていて、全然水面までは達していなかったんですが、3週間経った現在、水草がめちゃめちゃ成長しています。しかもただ成長してるだけじゃなくて状態がめちゃめちゃいいですね。それぞれ成長の著しい水草をチェックしていきたいと思います。まず一番ボリュームアップしたのがポゴステモンデカネンシス。これはこの水槽でも一番ボリュームのある水草なんですけど、前回の動画では水中にすっぽり入ってたものが現在は水面から顔を出して空気中に葉っぱが出ちゃってます。ただ触ってみると葉っぱ乾燥してるわけじゃないんですよね。普段ガラス蓋をしてたっていうのもあるんですけど、この水草葉の量が多くって、しかも密集して入るので毛細管現象というんでしょうか、水を吸い上げて潤ってる状態。これだったらこの伸びた部分カットして他の水槽とかでも十分使えそうですね。ポゴステモンデカネンシスは当チャンネルでもおすすめの水草。ボリュームがあって見た目も綺麗で、しかも育てやすい。葉が密生するのでエビの隠れ家にも良さそうです。そしてもう一つ成長のやばいのがセイロンロタラ。これ植栽したのは水槽の後ろ側なんですけど、伸びに伸びて水槽の前面まで勢力を拡大しています。しかもここだけじゃなくて、先ほどのポゴステモンデカネンシスの隣もセイロンロタラが伸びてきています。このセイロンロタラは結構初心者向けの水草かと思うんですけど、うちの水槽ではあまりスイッチが入りづらいんですよね。前回の動画でメンテナンスするまではあまり増えたりはしてなかったんですけど、メンテナンス後しばらくしてから一気に増え始めました。ほんの数日水草の様子を気にしないでいたら、気がついたら一気に伸びていたっていうぐらいものすごい勢いで成長をしています。そしてもう一種類、真っ赤な水草ロタラレディッシュ。これも前回の動画では水中にすっぽり収まっていたんですが、3週間後の現在は水面に達して横に伸びて、なぜか下に向かっていく。これなんで下に向かってるんだろう。ちょうどこの位置の真上に LED ライトあるんですけど、光が強すぎると下がっていくのか、もしくは伸びすぎて重さで下がってるのか、何にせよめちゃめちゃ成長しています。これはロタラだけじゃないと思うんですけど、横に匍匐し始めると下方向に根を伸ばして、上方向からは新しい茎が生えてきます。このまま放っておけばどんどん新しい水草を収穫できるので、増やしたい人にはいいんですけど、ちょっとレイアウトとしては何とかしないといけないですね。この状態でも野生味というか自然感があって、これはこれでいいんですけど、今回はこの伸びすぎた水草たちをきれいにしていきたいと思います。こんな感じで前回のメンテナンス動画から3週間、水草の成長がめちゃめちゃ早い。ぶっちゃけ髪の毛の伸びるスピードより速いんじゃないかっていうぐらいものすごい成長しているので、今回はこの水草のカット作業、そして水草をカットする際にあると便利なものを紹介していきたいと思います。作業風景が中心になるとは思うんですけど、水草の高さの揃え方とかも紹介していきますので、皆様の役に立てば幸いです。それではやっていきましょう。今回の動画では水草をカットしたり植え直したりいろいろ作業をしていきたいんですが、そういった作業の時にあると便利なものがこちら、100均でも購入できるので、これから水草水槽をやる方はぜひ押さえておいてほしいんですけど、順番に紹介をしていきます。まずこちらですね。こういったトリミングバサミとかピンセット、長いものを乗せておくトレー。これは100均で購入したものなんですけど、ステンレス製のトレーになります。なぜこれを使うかというと、単純に水槽の中に突っ込んで水で濡れたハサミとかを
置いておくため、テーブルとかにそのまま乗っけてもいいんですけど、そうするとテーブルがびしょびしょになったりします。もちろん雑巾とか置いてその上に置けばいいんですけど、なんかステンレス製のトレイとかあるとテンション上がりませんか？そんなことはない。こんな感じで作業中並べておくと気持ちの面でいいんじゃないでしょうか。そしてこちらは同じくステンレス製のトレイなんですが、高さがあるタイプ、深さっていうんですかね。これは100均で購入したのではなくって、無印良品の商品、キッチンコーナーで売っていたので、トレイというかバットになるんですけど、これは水草を切ってそれをまた水槽に植え直すまでの水草入れに使えます。なぜこちらの深いタイプを使うかというと、正直100均にもステンレストレイはあるんですけど、100均のは高さがないんですよね。探せばあるかもしれないんですけど、だいたいこういった薄いタイプしかないと思います。薄いのがなんでダメなのかというと、このトレイに水草を入れた時、結構水草の量こんもりになると思うので、薄いタイプだとボロボロっとこぼれちゃったり、水草についてる水がどんどん溜まって溢れちゃったり、薄いタイプはどうしても使い勝手が悪いです。深いタイプであればこの中にたっぷり水草を入れられますし、作業中水草が乾かないようにここに水を張ることも可能です。何より100均とは違ってかなり上質、しかも頑丈というかチープさがありません。今回はこれ無印良品で購入したんですけど、ネックなのはお値段ですね。なんとこれ1090円、ちょっと高い。ただ現在無印良品でメンバーに向けたセールやってるので、全品 10% オフで購入できます。11月4日までセールやってますので、もしこっちの深いバット欲しいなっていう方はお近くの無印良品で探してみてください。別にステンレスじゃなくてもいいっていう人は100均でプラスチック製のちょっと深めのトレイも売っています。これもキッチンコーナーで売っていました。こちらは長辺30センチ、短辺でも25センチぐらいあるので、かなり大きめ。カットした水草をキープしておくのに使い勝手いいかなと思います。そしてダイソーで売っている伸縮性のゴミ箱、黒い部分がゴムになっていて折りたたむことができます。こんな感じで薄く収納できて便利。この状態でもゴミ袋を入れて使えますし、容量足りないっていう場合は広げることで大容量になります。この商品何がいいかというと、水槽に引っ掛けて使うことができます。といってもキッチンコーナーで売ってるはずなので、水槽に使うのはちょっとイレギュラー。ただゴミ箱を水槽に引っ掛けて使うとめちゃめちゃ効率が上がります。本当はもっと大きい袋で試したいんですけど、このゴミ箱に袋を上からガバッとかぶせて、取っ手の裏側まで袋をかぶせると水草をカットして袋に移す時に水が一切水槽の外に漏れません。この引っ掛けて使うゴミ箱はめちゃめちゃ便利なので、まだ持ってない方はダイソーへ行って探してみてください。ただ水槽に引っ掛けて使う都合上、水位が高いとこの引っ掛けた部分から水が伝い漏れる可能性もあります。水草カットする作業中は多分水位低いと思うので、あまり問題にはならないかなと思います。という感じで水草のカット、植え直しの際にあると便利なアイテムを紹介しました。それでは作業をやっていきたいと思います。今回の作業では水槽の右側にあるポゴステモンデカネンシスとロタラレディッシュについて作業をしていきます。なぜ水槽全体を一気に作業しないのかというと、水槽のバランスが崩れてしまうからです。バランスといっても左右の重さが変わるとかいうわけではなくって、水槽の中の環境のバランスですね。というのも水槽内の水草一気に全部カットして植え直したりすると、植え直した直後の水草は成長が止まります。植え直していきなり 100% の速度で成長してくれたらありがたいんですけど、植え直してそこに根を下ろして成長を始めるまでしばらく時間かかると思います。その成長停滞期は水草が水槽内の栄養を吸収しなくなるはずです。多分水槽内の水草を一気にカットして植え直してしまうと、水槽の水草が全体的に停滞してしまうので、水槽内の栄養が吸収されなくなります。その栄養どうなるかというと、苔の養分になります。またカットした水草からは切り口から水草の栄養が流れ出るっていう話もあります。それも多分水槽内の苔の発生につながるんじゃないかなと思います。なので水草のカットや植え直しは水槽全体を一気にやるんじゃなくて、何回かに分けて作業するのがベストかなと思います。今回はこのポゴステモンデカネンシスと
ロタラレディッシュ。作業のついでにロタラレディッシュ、今長方形の植栽エリアなんですけど、これを三角形に変更したいと思います。正面から見た時に赤い水草のエリアが増えるのと、赤と緑が重なる部分ができるので、スリム水槽ですけど若干奥行きも演出できるかなと思います。話が長くなりましたが、ようやく作業開始、やっていきましょう。ではまずポゴステモンデカネンシス、南沼エビが中に潜んでるんですけど、間違って切らないように中を確認しながら作業をしていきます。とりあえず前の方は根元から切ってしまって根っこごと抜いて植え直しをしたいと思います。水槽の後ろの方はどうしようかな。いや、水槽の後ろの方も全部抜いて長さ決めて植え直そうかな。だいぶ減ってきましたね。こんなところまでセイロンロタラが伸びてきてる。はい、ほとんどポゴステモンデカネンシスをカットし終わりました。量的にはこんな感じ、めちゃめちゃありますね。これは今長さがバラバラなので、後ほど長さを整えたいと思います。まずはこのカットした根元の部分、根っこがしっかり張ってる部分なんですけど、これを全部抜いちゃいます。こっからは多分汚れがめっちゃ舞うので、フィルターは止めた方が良さそうですね。根っこごと引っこ抜いたらそれは捨ててしまうので、ゴミ箱をセットしておきます。エビちゃんたちがものすごい群がっている。ちょっと濁って何も見えないけど、おそらく大部分は撤去できたはず。同様にロタラレディッシュもカットして根っこを抜いていきます。これは裏でやります。それでは水槽の濁りが落ち着くのを待つ間に、カットした水草の長さを揃えたいと思います。この水草は根元から適当に切ったものなので長さがバラバラ。この長さを揃えたいので、水草のてっぺん、ここを合わせてどんどんまとめていく。こんな感じで水草の根元じゃなくててっぺんを合わせれば、あとは揃えたい長さでカット。これで同じ長さの水草を量産することができます。もちろん植栽エリアによって長さを変えるのは全然あり、逆にあんまりびっしり揃えすぎると違和感あるかもしれません。いいですね。いや、この深いバット便利ですね。こちらのロタラレディッシュも同じように長さを揃えていきます。 OK ですね。悲しい出来事が起こってしまいました。ここに置いてあった土留めの溶岩石、なんと作業中に崩れてました。溶岩石の下とかガラス面の接するところにロカウールを詰めていたんですけど、水草の根がロカウールに絡まって根っこを抜くときにロカウールごと抜けてしまってました。その結果、溶岩石が固定されなくなって、ソイルは流出してないんですけど、なぜか手前のボトムサンドがかなり減ってしまっている。いやー、これちょっとショックですね。まあこの辺りの修正はいずれ何とかするとして、その周りに飛び散った汚泥を吸い出していきます。ではプロホースで汚れを吸い出していきます。さあ、今回根っこごと抜いたこのエリア、実は根っこを抜いたせいでその分ソイルの高さが下がってしまいました。なので新しいソイルを足したいんですが、このタイミングで低床に肥料を植えたいと思っています。いつもはイニシャルスティックってのを使ってるんですが、今回はジェックスさんの水草を育てる底綱栄養ペレット、これを使いたいと思います。これは前回の面言で購入したのでレビューするよって言ったっきり放置してたアクアリウム用品なんですけど、今回ようやく使うことができます。この商品はイニシャルスティックと同じようなもんかなと思ってたんですが、成分を見ると竹粉末、培養基材、ゼオライト、バチルス属バクテリアということで、
カリウムが主成分と言われているイニシャルスティックとはちょっと違う肥料なのかなという感じです。使い方としては水草の周辺10センチ角に1粒ということで、今回使いたいエリアがまさに10センチ角ぐらいしかないんですよね。このエリアに1粒だけっていうのもなんかバランスが悪そう。実際この商品はこんな感じの形状していて、1粒が1センチちょっと。今回は1粒使えっていうことなので、これを半分に割って2箇所に埋めたいと思います。このペレットはイニシャルスティックとは違って結構柔らかい、ポロッと割れる感じ。これをピンセットで底床に埋めていきます。底床に埋め込んだら上から新しいソイルをかぶせて、これで完了ですね。水草を植栽していきます。ポゴステモンデカネンシスとロタラレディッシュ。まずロタラレディッシュを三角形の植栽エリアに植栽していきます。今回結構本数があるので3本ずつぐらいまとめて植えちゃいます。続いてポゴステモンデカネンシス。これはボリュームがあるので1本ずつ。あまり密に植えなくても葉のボリュームがあるので見た目はボリュームが出ます。だいたい 7,8 本植えてロタラ20本ぐらいのボリュームになるんじゃないでしょうか。これも適当に間隔を空けて植栽をしていきます。はい、これで OK ですね。あとはちょこっと水替えをして水面に浮かんでる葉っぱの切れ端とかをすくい取って完成です。というわけで今回の作業としては完了。途中溶岩石の土台が崩れたり、ワイヤレスマイクのバッテリーが切れたり、いろいろトラブルはあったんですが、今回の目標であったポゴステモンデカネンシスとロタラレディッシュ、この植栽エリアの手直しは無事に完了することができました。こうやって見るとなんかこっから切り取ったかのように水形が分かれちゃってるんですけど、このセイロンロタラ、そして左側のロタラレディッシュ、この辺りは日を改めて作業をしていきたいと思います。この水槽は60センチのスリムタイプの水槽に有形層ばかりを植えている水草水槽なんですが、有形層はスイッチが入るとめちゃめちゃ成長スピードが速い。ちょっと目を離すとこんな状態になっちゃうので、本当にこまめなトリミングだったり水草のボリュームの調整心がけないと、今回みたいな暴走した水草水槽になってしまいます。一応前回の動画で決意した通り定期的なメンテナンスは行っています。2週間に1回3分の1水替えと、あとはここに見えてる外部フィルター A ハイムのアクアコンパクト2004、水槽内にプレフィルターが入っているので、そちらのメンテナンスを月に1回ぐらいやる予定です。もともと入っている魚の数も少ないので、一応管理としてはそこまで難しくはないと思うんですが、やっぱり水草のスイッチが入って成長しだすとちょっと管理の手間はありそうですね。今後も定期的にこの60センチスリムタイプの水草水槽動画にして報告していきたいと思ってますので、もし経過気になる方はチャンネル登録、グッドボタンいただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。